今セローに来てます。日曜日なのでちょっと近所の教会の礼拝のノリノリのですねライブみたいな音楽が聞こえてくるんですけれども、今日で18日目になりますね。もうこんなに長くセロビに滞在できるなんてものすごい幸せです。田舎町なんですけどね、もう都会みたいに便利じゃないけど、いくつかスーパーもあるしね、なんとかやっていけるかなっていうレベルですけど、毎日ミュージアムでベッシーヘッドのアーカイブの調査をしてます。アーカイブについては別途ビデオで紹介しようかなって思いますけど、全部で475ファイルあるんですよ。475ファイルって言ってもどれぐらいか分かりづらいと思うんですけど、1ファイル結構まちまちで、それぞれの例えば手紙だったら手紙のやり取り相手別にファイルが整理されていて、でボックスでカテゴリーで分けられているんですけれども、作家とか出版社とのやり取りとか普通のお友達とのやり取りとか、ほとんどが手紙ですね。何千通もなんか相当ありますね。一つのファイルにつき1枚みたいなのもあれば何百枚っていうこんな分厚いのもあって読み応えあります。で毎日ね、宿泊先からミュージアムに通ってます。でミュージアムでは、毎日こうベッシーの紙を見て、ベッシーヘッドという作家触れ合ってるというか、空を超えてつながっているというか、そんな感じがしています。1960年代から1980年半ばで亡くなるまでのやり取りがずっとできるだけ集められています。ベッシーが亡くなった時にデンマークの研究者の方がいろんなところにですねコンタクトを取って手に入る限りのベッシーヘッドの書簡を集めて、それだけの膨大なアーカイブとして整理したっていうの、これ本当に偉業だと思います。目録だけでですね、カタログって言うんですけど、こんなに分厚いものがあるんです。ちょっと周りの音がうるさいです。草刈りとかねして、しょうがない。毎日ベッシーの手紙見てるとすごく不思議な感覚になります。で1960年代から80年代の過去を覗いてる。でその中にはまだベッシーが生きてるみたいなタイプライターで打った手紙が膨大にあって、タイプライターってダイレクトな感覚が伝わるじゃないですか。力加減とかでインクの濃さとかも変わったりするし、本当にリアルに彼女をそばに感じるなって思います。本で知ってはいるんですよ。デンマークの研究者の方がね、すごく詳細な調査をしてベッシーの伝記を出版してるんですけど、ベッシーについて書かれたたくさんの論文とか記事とか、これ膨大にあるんですけど、そういった中で知っていた彼女の事実と実際に手紙で本当にそのことについて書かれている、ベッシーが書いているとか、ベッシーとのやり取りをした相手が書いてくれているっていうのを見て、なんかその感覚が全然違うんですよね。本当にこの人の存在っていうのを身近に感じられる。やっぱりセロエに来て本当良かったなって思います。音楽がうるさい教会なんですけどね、ライブみたいなんですね。鶏コケッコじゃないよ。ベッシーヘッド本人が書いた手紙だけじゃなくて、なんか今回本当にいいなって思ったのが、いろんな方の返信なんですよね。あるいはファンレターみたいなものだったりして、それがベッシーの手紙を読んですごい感動したりとか、ベッシーの本を読んで感動してたりとか、もうなんか思いが伝わってくるんですよ。それがすごくいいなと思っていて、このベッシーヘッドっていう作家がどれだけ素晴らしい作家だったのかなっていうのがよくわかるなってすごくしみじみ思いました。でベッシーヘッドの手紙って本当にハローハワイユーとか元気よみたいなそういうことだけじゃなくて、本当に愛について、人生について、神様について、人種主義とかすごくそういう深刻なテーマについてとか、本当にシャープな美しい手紙なんですよね。見ててすごい涙が出そうになるところもあって、多くがやっぱ未公開のままなので一部は公開できたらいいなって思ってます。でやり取りをした相手の人も自分に来た手紙がそんなに美しくて素敵だっていうのはもうなんか興奮しちゃうんですよね。それが返信とかに現れてて、いいなこれって思ってます。そういうのってなかなか論文とかね出版物にならないので、
何かこういうのを伝えられたらいいなって思いました。ひよこ鶏、このアーカイブを初めて見たのが25年前なんですよ。私は大学生で4年生で初めてアフリカに来ました。初めてボツワナに来ました。その時はやっぱり焦ってたし、大学生で何の経験値もなくて、ただ闇雲に情熱だけでやってて、こう一生懸命たくさんのアーカイブを食ってですね、でいっぱいコピーして帰ったんですよ。大量にコピーして、今回はもちろんコピーしませんけどね、スキャンもしますけど、一部その時とやっぱりだいぶ違うんですよね。で自分21歳だったんですけど、25年経って、年齢バレちゃうんですけど、ほとんどベッシーヘッドと同じ年齢になってるんですね。ベッシーは48歳で亡くなってるので、もうちょっとでその年齢なんですけど、一回りやっぱりいろんなこと経験してきて、仕事とか、プライベートとかでいろんなことがあって、で私も私も変わってきたし、その私が昔見たファイルを見たらだいぶまたやっぱり感じが違うっていうか、私もやっぱり成長してきたんだなっていう気がするんですよ。だから本当に贅沢な時間も一枚一枚、本当はね全部一枚一枚見たいんですけど、もう事務的なやり取りでもすごく面白いので見たいんだけど時間ない。もうね1年とかいるんじゃないかな時間せめて数ヶ月は必要なんですけど、私今まだ3、4週間で切り上げるつもりなので、さすがに中身を選んでね、調査してるわけなんですけど、やっぱり2007年に来た時はイベントだったんです。でベッシーヘッドフェストっていう生誕70周年のイベントで、セロメのミュージアムもたくさん人が集まっていて、いろんなセレモニーとか行われてたので、ちなみにユニティダウっていう国際協力大臣が来ていらっしゃったんですけど、ユニティダウは作家さんでもあります。とか食事イベントがあったりとか、朗読とかがあったりして、あとベッシーヘッドアワードっていうのが創設されたんですけど、そういう式典があったりして、100人とかがミュージアムの敷地内に集まってたので、その時はもちろんアーカイブ調査なんて全くできなかったんですけど、なので実際にアーカイブ調査するのは25年ぶりなんですね。で本当に一人でそれをやってて贅沢な時間、本当にありがたいです。2007年から16年間経って、その間ベッシーヘッドの小説を日本語で出版したいなと思っていろいろやってきて、でずっと一つの思いがあったんですよ。日本語で出版された自分の本を持ってベッシーヘッドのお墓参りに行くことだったんですけどまだ出版は実現されてないです。今はもう焦りがないかなって思っていて、昔はすごく焦ってたというか、頑張ってやらなきゃみたいな、でもその間仕事もあってわーってなって、しかもベリーダンス活動もしていて忙しくなったりとかして、なかなか後回しになってたこともあるんですけど、こういう素晴らしい作品を日本語で訳していろんな日本の読者に届けられるっていうことを考えたらすごく嬉しいし、自分でやるべき仕事だなって思ってます。4月の17日、これベッシーの命日なんです。1986年の4月の17日に亡くなっているので、ベッシーの命日にセロエにいるっていうことは結構奇跡的というか、狙ってなかなかできるもんではないので、すごい機会だなと思って、まだ出版はされていないけど、私本を訳しましたっていうことを言いにベッシーヘッドのお墓参りに行きました。で心の中でいろいろベッシーさんとお話ししました。生きている時にはお会いできてないけれども、私の人生の中でとても大切な人の一人だなと思って、お墓に話しかけたりしました。どんな夢でもそうかもしれませんけど、自分でコントロールできないものについて自分の目標にしないっていうか、もちろんコントロールできないものっていろいろあるんだけど、でも出版って最終的には出版社が決めるので、やっぱ自分で努力してガーってやってできるものがないじゃないですか。やることをやって心を込めて生きていれば、やがて何かがやってくるんですよ。だからそれを当てにしないで生きていけば、I'm recording okay 今ね声が取られそうになっちゃった。自分の
やりたいことを頑張って思いを込めてなんかこれだっていうものをやっていれば、もしかしたら思いもよらぬ方向、斜め上のいいものがやってくるかもしれないし、多分そうだなって私は信じて生きてます。セロエに長く滞在して本当に綺麗でいいとこだなって。今は季節が結構いいんですよ。これから冬に入っていくので朝晩結構冷えるっていうか、ちょっと朝空気ひんやりして、それがすごく綺麗な空気なんですよね。植物の匂いとか空気の感触っていうのかな、ちょっと乾いてるんですけどね、でも気持ちがいい気候っていうか、ベッシーやっぱりセロエを愛したんですよね。何度も出ていこうと思ったんですけど、最終的にはここに戻ってきたんですよ、彼女。私はまだ分かってないことがたくさんあるかもしれませんが、セロエに滞在できて今本当に幸せを感じてます。ベッシーが愛したセロエもね、また私も時間をとって堪能してます。これ仕事をしてたらなかなか後で3日で行かなきゃとかね、忙しくしてなかなかゆっくり見ることもできないし、人と会うこともできないので本当にいい機会だなって思ってます。トム・ホルツェンガーっていう人がいるんですよ。ベッシーヘッドの古いお友達なんですね。ベッシーヘッド関係者、ベッシーヘッド研究者だったら知らない人がいないぐらい界隈では有名な人なんですね。アメリカ出身の方なんですけど、ベッシーよりもちょうど10歳ぐらい年が若くて、今70半ばですけどね。私のことも2007年にちょっとだけお会いしたんですけど、覚えていてくださってすごく嬉しいんですけど、私はとうとうセロエでトム・ホルツィンガーさんとお会いしてゆっくりお話しする機会に恵まれました。ベッシーヘッド研究者の私が来るのをすごく楽しみにしてくれていて、もうそれもすごく光栄で嬉しいことなんですけど、トムは私の声がベッシーヘッドに似てるって言ってくれたんですよベッシーヘッドってインタビューテープでちょっと音声が残ってるんですけど、すごい可愛い声してるんですよ。でこんな声じゃなくてじゃないね、みたいなすごい可愛い声でね、私の喋り方がベッシーに似てるって言ってくれて、めっちゃ嬉しいと思って、でここでなんとトム・ホルツィンガーさんと私がベッシーのモノマネをしているっていうこの歴史的瞬間、これについて私は語りたい。トムは2回目に来られた時はアーロンヘッドを連れてきてくれたんですよ。アーロンヘッドはベッシーの孫にあたります。一人息子のハワードヘッドの息子さんなんですよね。ちょっとハワードに似ていて、顔が似てて、なんか孫がいるってすごいなって思いました。でアーロンヘッドには今娘さんがいらっしゃるので、ベッシーにはひ孫がいるっていう、これすごいですね。なんかトムは1967年にベッシーヘッドフランシスタウンで初めて会ったそうです。でそれからセロエで一緒に活動したり、かなり身近な存在でトム・ホルツィンガーはなんとベッシーの小説のA Question of Power っていう力の問題って日本語訳が90年代に出されてるんですけど、Question of Power っていう小説にトムっていうそのままのキャラクターで出てます。トムっていう青年が性格から何から名前もトムだし、そのまま本人。ベッシーヘッドファンだったらみんな知ってるわけですよね。でもちろんベッシーの伝記にもいっぱい出てくるし、で手紙を見てたら1970年ぐらいとか本当に特にそうなんですけど、彼らがすごく割と身近にいた時はもうずっとなんかいろんな人への手紙にトムがどれだけいい青年かみたいな、トム大好きみたいなことが書かれていても、どれだけ彼女が大好きだったのかっていうことがよく分かってすごく嬉しかったです。それを昨日トムに言ったらちょっと照れてましたけど小説の中に出てた人だし、ベッシーの伝記とか資料にいっぱい載っているそんな有名な人で、私なんか大学生の時からそのトムの存在を知ってるわけですから、でそんな人が目の前にいるっていうだけで私はまだすごく夢見てるみたいな気持ちになって、信じられないなって言って、なんか何度もトムに言ったらちょっと笑われましたけど、でもなんか本当にありがたいなって思いました。ベッシーが1986年に亡くなっているのに彼を通してベッシーに会えるし、またトムっていうすごく
魅力的で面白くてストレートで全然ブレない人だからトムのことベッシー大好きだったんだなってなんかすごくよく分かりました。昔の話を聞いたりとか、本当情報として知ってたことだけじゃなくて本当リアルとしてトムの記憶としてトムの思い出として残っているいろんな情報を聞いてなんかもう嬉しすぎて全ての瞬間がもうなんかそうじゃないけど嬉しいが溢れてしまいましたね。そんなトムも私みたいな人と会ってすごくこう喜んでくれて話を楽しんでくれていろんな話も聞いてくれたんですよ。トムが最初にセロウェに来たのは19歳ぐらいの時だったんですって。すごく若い21、2ぐらいの時にかなりこう身近な存在になってそれぐらいの時期のトムが小説に描かれているんですけどでその後トムはしばらくしてボツワナを出てしまうんですね。でボツワナを出て、イギリスとか、どこだっけ、メキシコとかアメリカとかイギリスにしばらく住んでその後はもうずっとカナダに20年とか長いこと住んでもカナダ人の人と結婚されたんですけど2004年にセロウェに戻ってきたそうです。息子さんたちも大きくなって自立してもうあとは自分が好きなところに暮らしたいっていうことを前々から言っていたそうでそれを実現されました。セロウェに帰ってきたと。でなんでセロウェなんですかって昨日聞いたらセロウェが好きだからで自分が大人になったところだって思っているからっていう答えがありました。あ、そっかって、19歳20歳21歳っていうねそれぐらいの年齢でいろんな経験されたんだと思うんですけどでベッシーにもあったしで彼にとってはベッシーの存在っていうのもすごく大きかったんだろうなというのは思います。もうベッシーはいないけどまたここに戻ってきて今はベッシーヘッドヘリテージトラストの仕事それから植樹活動なんかをしてるらしいです。昨日はちょうどトムの植樹活動木を植えている活動の現場を見せていただきました。本当にセロウェが好きみたいです。この空気の柔らかさとかこの空気の感触とかもう本当に幸せそうでした。じゃあここが彼にとってホームっていうかすごく大切なホーム。やっぱホームって故郷っていうのかな、自分の生まれたところとは限らないんですよね。彼もまたセロウェを故郷として選び取ったって言ったらあれだけどベッシーもやっぱり、南アで生まれて亡命してで何度も出ようと思ったけどやっぱりボツワナに戻ってきてここを故郷としようと思ったみたいなそういうのがあってなんかその気持ちも少し分からなくもないなってセロウェにね初めてゆっくりしてみて思いました。田舎町だからねやっぱり不便はいっぱいあるけど綺麗だし優しいしゆったりしているしそういったところが、トムもベッシーも好きだったのかな。お会いできてよかったなって思います。本当に会いたい人には会っておかなきゃなって本当に貴重な時間だったなって思います。セロウェに来れてよかったな。なんかこういうのも動画で自分の語りで残しておきたいなって思ったのでこうやって今撮影いたしました。鶏がすごく面白い。マイク忘れた。セロウェからお送りしました。YouTube チャンネル見てくださりありがとうございます。また猫入ってきて追い出された動画めっちゃ可愛い。ハロー